どうも、大キングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。プル発表会がね、先ほど終わりまして、今、朝の5時ですね。はい。ちょっと眠いんですけど、見ていこうかと思います。いろいろ、今回一応 iPhone ですね。おー、すごい。iPhone が、主で話すんですが、いやー、今回ちょっとね、すごかったですよ。生放送ね、ちょっと今回やんなかったんですけど、何が出たのかっていうのをね、見ていきましょうか。こんな感じで、まずはね、この15 Pro 出ましたね。チタニウムですよ。iPhone Pro という名のチップ。しかも A17 Pro。はい。細かくちょっと後でね、見ますけども、アクションボタンだったり、USB-C 来ましたよ。嬉しいね。はい。今更だけどね。価格とかも見ます。はい。チタニウムかっこいいよね、これね。はい。で、iPhone 15も出ましたね。ダイナミックアイランド搭載だったりですね。望遠、2倍望遠。はい。48メガピクセル、4800万画素、カメラ出ました。出ました。搭載しましたね。はい。こっちも USB-C になりましたよ。詳しく見ます、後で。はい。で、今回、Apple Watch シリーズ9も来ました。パワフルなチップ、S9 チップがね、今回来まして、ディスプレイ明るくなりました。そうか。バンドが新しく出たりとか。今回ちょっとそんな詳しくは見ないんですけども、また別の動画で出しますんで。でもデザインはね、一緒です。はい。中身のアップデートって感じ。はい。で、あと、ウルトラの2も出ましたね。パワーのチップ。ただ、これ確か、僕もまだ見てないんですけど、ブラックチタニウムはね、出ませんでしたね。うん。なんで、カラーはこれだけっていう感じ。てか、Apple Watch はそうだね。もう今すぐ、注文できるっていう状態にはなってます。あと、カーボンニュートラル、2030年まで有害物質も出しませんよみたいなことは言ってましたね。っていうのが、発表会の全体的な内容はそんな感じです。で、ちょっと今回なんで iPhone ですよ。やっぱり。15見ていきましょう。見ていきましょうよ。もう。ちなみに iPhone 13 mini 消えました。はい。なくなりましたね。15 Pro 15。14は残ってますね。あと SE が残ってる。ちょっと後ほど見ます。予約はちなみに9月15日9時からなんで、急がなくて大丈夫です。まだ予約開始じゃないんで、ちょっと15見ていきましょうかね。はい、来たね。この、うっとりってさっきも書いてあって、iPhone 15。すごいね。なんか僕のサムネみたいになってるけど。価格がですね、12万4800円からですね、ちょっと上がりましたね。5000円ぐらい上がったかな。多分11万9800円だった気がするんで、はい。ちょっと待って。早い。はい。ダイナミックアイランド来ましたね、まずね。はい。ここが動くやつです。で、48メガピクセルですね。望遠、2倍望遠そうか。ちょっとやっぱ側面がね、丸くなりました。早いな。はい、USB-C 来ましたね。はい。で、地味にAirPods Pro もね、USB-C になりました。っていうのが、ざっくりなハイライトかな。デザインをじっくりと。で、今回、6.1、6.7なんで、プラスと普通のモデルで、ピンクと、これ回せないのか。イエロー、グリーン来ましたね。いやー、嬉しいわ。うん。プロ買うけど。はい、ブルーと、これがでもブラックかな。これ回せるね、さすがに。ちょっとやっぱね、丸くなってるんですよね。ちょっとでかくないかな。カメラの出っ張りはでもそんなに変わってない気がするけどね。ブルーもいいな、やっぱな。はい、グリーン。かわいい。かわいいんだけど。USB-C。こんにちは。こんにちは、USB-C。はい。ちょっとね、朝5時なんでおかしくなってるんですけど、ピンクも結構いい感じ、淡いやっぱ感じで、丸くてね、いいですね。すべて見てみましょう。はい。ダイナミックアイランドですね。上にこう飛び上がる。はい。こんな感じでいろいろね、音楽再生中とか見えるんで、ライブアクティビティとかね、はい、ディスプレイ。UberEats とか出たりしますね。タイマーとか。これはでも別にね、14 Pro にもあった機能なんで、で、明るさが最大2倍になったんで、これ結構ね、見やすくなるんじゃないかなと思いますね。地味に。スタンバイもね、iOS17 でこれ使えますんで、結構良さそう。カラーは美しく、ボディはどこまでも強くということで、いやー、背面ガラスっていうのがね、入りまして、アルミニウム。なんか丸くなってるよね。落とすの想定内。セラミックシールド一緒で、防水とかもね、あれだよね。なんでこんな感じのカラー展開ですね。結構ポップになった。新しい色を発明しました。表面をナノ結晶粒子で磨き上げ、エッチング。エッチですね。はい。マットな質感に仕上げているっていう感じで、やっぱ側面がね、やっぱ微妙にこうマットになってるのかな。ちょっと粒子っぽい感じになってますね。で、ボタンはね、確か一緒です。触れた瞬間好きになる。はい。なんかエッチですね。産業レベルのアルミニウム。今回環境に配慮するのがすごいね、動画で話してましたね。はい。で、48メガピクセルのメインカメラが入って
りました。まあ、14 Pro のカメラ性能が入ったって感じかな。見事な。4倍の解像度。まあ、1200万画素から、まあ、最大だけど。で、望遠、2倍望遠ね、使えるようになりましたね。あ、これもともと使えたんだっけな。いや、いいな。ズームにもっと余裕を。3段階の光学ズームになるんで、まあでも、じゃあ14 Pro とそんなに変わんないのかな、これってね。あ、2倍望遠もこれ使えるようになったのかな。あ、これはいいな。これ2倍望遠ね、めっちゃ便利なんですよ。14 Pro であるけど。1.5 倍とか、まあ、ナイトモードとか、まあ、これは多分一緒だよな。カメラもそうだし、4K HDR。アクションモードも入っております。ストレート。はい。被写体のピントがね、こうなんか簡単に切り替えられるようになりましたね。これも前からできたような気がするんだけど、そうでもないか。なんかできたような気がするんだけどな。うん、まあいいでしょう。許そう。2倍望遠ね、やっぱこれ結構ね、24ミリだったかな。あれ何ミリだったかな。結構ね、便利です、これ。はい。で、バッテリーに関しては、今回ね、なんかちょっと増えるんじゃないかなと思ってたんですけど、多分、変わってないですね。うん。12と比べて最大、まあ、3時間長いって書いてあるんで、まあ、そこら辺から変えると結構ね、やっぱバッテリーの持ち自体は、非常に良くなってるんじゃないかなと思います。で、今回、A16 チップ、バイオニックですね。はい。まあ、14 Pro と一緒の中身になっております。と比べて最大 40%。USB-C。いや、これはまあ、嬉しいよね。てか、もう当たり前だよって感じなんだけど、今更。はい、Apple Watch や AirPods ですね。まあ、AirPods Pro も今回 USB-C になったんで、まあ、iPhone でそのまま充電とかもね、できるということで、これはね、嬉しい。超速充電。20W、30分で最大 50%。まあ、もちろん MagSafe もね、使えるんですけども、あ、というかでも MagSafe スピード速くなるとか言ってたのにな。多分なんかなってない気がする。まあ、衝突事故検知とかも、以前から。これなんか可愛いな、この出てくるの。交通事故とか会うと、これも、まあ、これ iPhone 14もありますけど、自動的になりますっていうのが、まあ、こんな感じかな。あと、まあ、iOS17 は、まあ、これから来るというところで、あと、まあ、下取りとかね、そういうのはあります。で、124,800円からになってますね。で、今じゃ多分 iPhone、まあ、15 Pro の方がいいんじゃないかなと。はい。で、後で一応比較は見ますね。もちろん。15 Pro と比較はする。はい。で、15が124,800円からで、プラスが139,800円になってます。ピンクかわいい。はい。で、15が、これ迷うな、色な。ピンク、イエロー、まあ、推しのグリーンで、まあ、512だとまあ17万円ぐらいですかね。プラスが139,800円。まあ、2万、まあ、これだったらまあ、でもやっぱり256とかが、はい。まあ、普通に使うんで128でいいと思うんですけど、そうね、やっぱ48メガピクセルになると、結構ね、食うんすよ。容量。30倍ぐらい食うから、普通の。12メガピクセル、今のカメラよりも。まあ、なんで、2頃が、まあ、いいっちゃいいと思うんですけどね、256が。まあ、15,000円差あったらこっちを選ぶかなと思います、正直ね。まあ、下取りとかもですけど、一括払いと、待って、同梱物は、ケーブルはやっぱ普通のやつですね。色もそんなに別に感じかな。見ようかと思うんですけど、で重さ、ちょっと見たいな。ちょっと仕様だけサクッと見ます。はい、プラスで、171なんで、まあ重さはそんな変わってないかな。ここに関しては。200g プラスが。厚さもどうだろう ?7.8 ミリだから、まあどうだろう変わってないんじゃないかな。で、ディスプレイとかも多分そんなに変わってないと思うので、まあ A16 チップで、まあカメラですかね。変わるかなそんなに別にバーストモード。で、ビデオが60まででしょドルビービジョンが一応使えるようになったのかななんか前も使えたような気がしますが、まあちょっと今本当に発表が終わって見てるだけなんで、細かいところはご了承ください。バッテリーとかはね、確か一緒だったと思うんで、ボタン類とかも一緒ですね。まあなんでこの USB-C だけ変わったかなっていう。一応ディスプレイポート対応してるってことは、あれこれもしかしたら多分映せんのかな映せそうな気がする。バッテリーは多分一緒ですね。でも 15W だ、マグセーフは。はい。変わってないですね。マグセーフは 15W で変わってない。そんな感じですかね。はい。ちょっとざっくりなんですけど、プロ行こうか、プロ。プロもね、結構今回変わりましたよ。はい。ちょっとこれ、もう一回行くね。チタニウム来ました。かっこよ。チタニウムになりましたね。材質が。159,800円からでございます。なんで予約はですね、15日かね。まあ金曜かな。なんで午後9時からで1週間後。まあいつもとやっぱスケジュールは一緒ですね。はい。で、ハイライト A17 プロチップが出ましたよ。これ結構ね、なんかすごそう。タニウムかっこいいでしょ、これ。まあ丸くてね、いやーピカピカって感じ。はい。で、光学ズームやっぱ入りましたね。まあペリスコープレンズではない。
15 Pro Max。はい。アクションボタンね、来ましたね、これね。まあ、やっぱり大体でもリーク通りというか、結構当たるもんだなって思いましたね。なんか自分で動画出しといてあれだけど、はい。デザインをじっくりと、はい、来ましたね。ブルーチタニウム。こい。ブルーと、これがね、一応ナチュラルチタニウムかなっていうのが、まあ多分一番推しなのかな、今回。で、ブルーチタニウム。で、これホワイトなんで、まあシルバーみたい。いや、これもいいな、でもな。かっこよ。まあ正面は一緒。どうだろうベゼルが、これどうなんだろう薄くなったのかななんかあんま変わんない気がするんですけどね。で、もちろんブラックチタニウムもいいな、これ。ちょっとこのマットな感じがね、いいですね。はい。6.7 インチも。でかい。すごい。ナチュラルいいな、結構な。っていう感じなんですけども。なんで、まずはこの材質ですね。チタニウム入って、丸くなりました。高級宇宙産業レベルのチタニウムを初めて採用。正探知機の合金と同じものを。すごいな。はい。で、プロモデルで最も軽くなりました。これ確か 20g ぐらい軽くなってるんで、これはかなり重さの違いを感じると思いますね。鎧。いやー、かっけえな。エッジ。そんなにベゼルは薄くなってる感じしないですけどね。チタニウム、2種の金属を強度でつなぐ。100% 再生アルミニウム。プロモーションとか、ディスプレイに関してはね、一緒かな。で、ダイナミックアイランド、常時表示。ちょっとバッテリーも自動なるのかだけ気になるけど、スタンバイですね。フルスクリーン。できましたよ。この A17 プロチップ。これがね、結構すごそうなんですよね、正直ね。ゲーム体験がかなり変わりそうな気がして、普通にね、この iPhone で、いわゆる普通にパソコンとかじゃないとできないゲームが結構対応したりとかしたんですよね。バイオハザードとかね、できるようになってる。これ結構ね、面白い。はい、GPU が6コアになって、これちょっとでも見ようかな。真相ということで、そう、あとでレイトレーシングね、対応しました。はい。これなんで、よりリアルなね、この光の影とか、そういうのが iPhone 上でもね、見れるんで、これ結構ね、マジで対応したな、レイトレーシング。ゲーム好きな人だったら知ってると思うんですけども、今メタルとか、17プロね、最大4倍速いレイトレーシング、10% 速い CPU。ちょっとゲームが非常に楽しみな感じ。カメラでしょカメラの進化にズームイン。基本的にそんなに変わってない印象でしたけどね。7種類のプロ用レンズ。多分いろんな角度で撮れる。焦点距離がね、変わる。これか。120mm。これ5倍ですね。5倍、2倍望遠 48mm、35mm メイン。こう見るとやっぱ結構変わるな。28mm、24mm と。超広角、マクロっていう感じで回なんで、48メガピクセルは一緒だよね。で、そう、24メガピクセルも、14 Pro と一緒。これなんだっけ、ヘイフみたいなね。ヘイフ解像度が4倍になる。48ミリ。共有しやすいフォーマットなんで、もしかしたらこれ容量が結構抑えられるかもしれないですね、これね。そんな24、28、35。結構なんかいろんな焦点距離、いろんな画角で撮れるようになったんで、これも結構楽しそう。ライブフォト。フォトレートもかなりね、さらに綺麗になったような気がします。すごい。フォーカス早いな、やっぱな。フォーカスというかあれか。これ後から多分ね、位置を変えれるという感じだと思いますね。ドラマがあります。でもそんなもんかな、言うて。手ブレ補正。いやそうだよね。これシネマティックでさらに、すごい。動画とのこの組み合わせがですね、かなりいいんじゃないかなと思います。このログ撮影できるようになったんでね。これちょっとどういう感じなのかわかんないんですけど、もうなんかすげえ、アカデミーカラーエンコードシステムってね。そうだ、あとこの空間ビデオ撮影がね、これできるようになって、これ要するにビジョンプロゴーグルのやつでこれ見れると。いうことで、これちょっとね、いやらしいなと思ったね。こんなん買いたくなんじゃん、ビジョンプロって思って。ここのなんかね、2つのカメラで空間的に動画を映せて、このビジョンプロで見えるっていうね、ゴーグルですね、これで。これちょっといやらしいなと思っちゃったけど、ポートレート写真ですね。これか、だからね、空間ビデオ、年内に登場。5倍結構やっぱね、いいけどね。はい。で、この5倍光学ズームは、120mm はプロマックスだけになりました。やっぱりね。そこがちょっとね、でもそんなに使うかなって。なんで、もっと本格的なやつはやっぱ来年なのかなって思いましたね。多分ウルトラに入りそうな気がするから若干プロマックスじゃなくてもいいかなって思ってきてます、今ね。アクションボタンがね、これ来ました。はい。こ
これもリーク通りだね。うん。まあ、よく使う機能ここに入れて、ミュートもできるんですけど、あと、なんか、集モード、カメラ、まあ、カメラ表示したりとか、ライト、メモ、翻訳とか、まあ、ショートカット入れれるんで、まあ、ペイペイ入れたりとか、多分できると思うんだよね。はい、お願いします。何これ。これは結構いい。ギガビット、USB3 に対応した、まあ、USB-C だね。なんで、C コネクターで、はい、まあ、Mac とね、こうつなげるのは、これはめちゃめちゃいいね。まあ、外部ディスプレイとかちょっとどうなのか。はい。で、しかもこれね、外付けドライブで、これなんかね、ちょっと Twitter で書いてあったけど、外付けの SSD とかにそのまま保存できるんですよ。なんで、動画の、この iPhone の中の容量を外の容量を使えるっていう。これ結構ね、面白い。プロレス撮影とかね、めちゃくちゃ容量食うんで、USB-C デバイス。あ、でも 4K ディスプレイって書いてあるな。まあ多分、外部出力もできるね。20W かな。まあまあ、充電スピードそんなに速くなってないな。うわぁ、これでも結構でかいな。iPhone のカメラを回し続けることができるという。これはえぐいな。XE も地味に対応してる。これ結構ね、いいですよね。バッテリーはね、残念ながら、14 Pro と一緒でした。最大29、23。一緒です。なんで、まあ、機能が上がって、まあ、やっぱり、どっちかっていうとね、キープみたいな感じ。衝突事故検知はまあ一緒ですね、14 Pro と。まあ、事故ったら通報してくれますよっていう iOS17 という感じで、まあっていうのがまあざっくりとしたあれかな、まとめでございます。はい。まあなので、ちょっと価格を見ますと、159,800円。15 Pro。で、Pro Max が189,800円からなんですけど、156ギガからになります。128はない。なんで、15 Pro は、カラーがこのナチュラルチタニウムブルーかな、ブルーチタニウム、これホワイトでブラックチタニウムっていうね。いやー、まあ俺ナチュラルかな、やっぱ。かわいいな、ナチュラル。エレガントな感じがする。確かにこれがまあ、あれかな。だからゴールドの代わりみたいな感じですかね。多分ね。128、256、512、1テラで、1テラが23万ぐらい。まあ256かな。まあこの価格だったらね。512でもいい。はい。で、プロマックスがマックス25万ね。189,800円から。で、256からです。まあ2頃でいいような気がする。たっけ22万。けえな。ナチュラルチタニウムで2頃で。14 Pro ね、さっき僕下取りをやってみたらですね、確かなんか8万ぐらいだったかな。うん、まあまあ、めんどくさい人はこれでもいいと思うんですけど、こんな感じかな。もう買うとしたら。まあ買うけど、はい。まあケーブルとかやっぱりそんな色に合わせたっていうわけではなさそうです。っていうのがまあざっくりな。ちょっと簡単に比較だけ、まあ14 Pro とかもね、見ようと思ったら見えるんだけど、まあカラーがね、今回なんで多分カメラぐらいかな。この Pro Max と Pro の違いは。はい、まあ画面サイズが一緒でプロモーション、常時表示はまあ 6.1 インチはないですね。やっぱ、オプションボタンもプロだけですね。ここは、スイッチのまま今のやつと一緒。で、ダイナミックアイランド一緒になって、まあ一応チップが違うかな。うん、まあゲームはやっぱりプロかなっていう感じはします。まあ15でも全然できると思いますけどね。ズームのオプションがまあやっぱり多いのかな。プロマックスの方がね。カメラがね、やっぱ望遠がやっぱり違うのかなと。で、バッテリー時間も、まあ23時間、20時間。で、USB-C はやっぱり、データ転送速度がかなり最大20倍速い。まあここはね、充電速度は一緒なんですけど、データ転送はやっぱりかなり差をつけてるっていう感じですかね。もんかなでも言っても、120Hz 常時表示、まあ 60Hz ですね、やっぱり15は。あ、でも1000ニットになったのが標準。1600ニットで、あ、これ結構いいかもね。明るくなってる15が。はい。で、重さがね、結構これ、いや、これ 20g ぐらい違うんでね。14 Pro 確か200ぐらいだったと思うんで、これはでかい。ライトモードのポートレートが撮れるんだ。あとはマクロとプロロー。これ見てたらもうなんか一生時間かかりそうなんで。ね、あ、でもビデオサイズ、ストリーミングでまあ4時間ぐらいの違いか。うん。ちなみにこれ14 Pro と一緒だったね。確かね。はい。全く一緒ですね。ちょっとここだけどうなのかなっていうバッテリー持ち大丈夫かなっていう不安しかないんですけど、まあそんな感じです正直ね。なんで重さがやっぱ 20g ぐらいね違うんで、これはでけえ。これだけでもちょっともう変えたいもんっていう感じで、結構でも見た目はちげえな、こう見ると。うん。はい。っていう感じでございました。で、あと、まあいくつかですね。あ、そっか。あと AirPod Pro も USB-C のモデルが出たのかな。これ。もう出てます。USB-C。これもしれっとね、ここ USB-C になってる。まあって感じだけどこうね、アクセサリーもね、今回出てまして、かわいいな。パインウーブンっていう、確かここも結構ですね、健康じゃねえ環境配慮した素材になりました。うわ、これ、大きいな。
これいいな。やっぱね、めちゃめちゃ合うな。1万するけど。1万するけどっていうね。T も出てるね。ここはでも全部一緒なんだ。これちょっと意外。ウォレットとか出てる。うわ、これは。結構いい色だな、全部。エアタグも出てますね。はい。で、Apple Watch のこのバンドとかもね、モダンバックルとかもやっぱ出ましたね。このマグネティックリングとか。めちゃめちゃいいやん。結構いい色だね。でもね、エバーグリーン、トープ、エバーグリーン、パシフィックブルー、これなんだトープ、ブラック、マルベリー。なんか全部可愛いんだけど。1万円か。ちょっとやっぱ全体的に微妙に値上がりしてますね。モダンバックルとかもあるんで、こういろいろあるね。そんな感じはでもね、iPad とか結局出なかったので、そんな感じだと思いますね。ざっくりと。どうですかね、皆さん。気になる製品はございましたか？またちょっと詳しくね、比較したりとかはまたしますので、ぜひね、参考になったよと思ったら、ちょっとでも参考になったら、高評価とチャンネル登録お願いします。朝5時から頑張ってるんで、はい。なんで、あと、ツイッターの方でね、MKBHD、あと、はい、うっとりしちゃったとか、発表会の様子みたいなのをバババーっとこうね、載せてるんで、ちょっとチェックしてもらえばと思います。結構でもリークのあれは当たったかなっていう気はしますけどね。そういう感じで、またここら辺もね、これは予想動画にはなるんですけども、iPad mini とかはまだ大丈夫か。ちょっとここら辺と見比べてみるのが結構ね、面白いと思います。割と当たってたと思うんで、ぜひチェックしてみてください。またこのコミュニティ欄でもなんかいろいろ上げていきますので、コメント来てますね。はい。返していこうかな。ペリリスコープじゃないんだな、残念ながら。みたいなことを、はい。ぜひね、コメントしていただければと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。もうちょいでそういえば2万人だからね、頑張ろう。お疲れ様でした、皆さん。